はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。今日はですね、無人タクシーウェイモを体験してきたっていうね、僕自身の実体験の話、これをねしてみたいと思っています。じゃあここからはね、将来の話、ちょっとねこれは個人的な推測も入っちゃうんですけどね、ここからは将来の話をね軽くしたいなと思っています。で、まずね、利用料金の話なんですけど、今回はね、4マイルほど乗ったんですね。4マイルだからね、キロにすると大体7キロぐらいなんですね。で、それ走るのに、24ドルかかったんですけど、そこまでは安くないですよね。運転手不在とはいえ、それなりにしたなっていう印象なんですね。ただ、値段設定はね、僕みたいな、その体験してみたいみたいな、その新しいもの好きっていうかね、そのアーリーアダプター向けの値段設定だったと思うんですね。じゃあ実際にね広く運用されることになった場合、利用価格としては一体大体いくらぐらいになるっていうことなんですけど、これはねどこかの研究者が言ってたんですけど、実際に無人運転になって、で競合もいくつか出てきて、で価格競争なんかも入ってきたらね、大体その研究者言うにはね、現在のタクシー料金の7分の1ぐらいになるんですって。で、ということはですよ。で、今回、7キロ走るのにね、大体24ドル、3500円ぐらいかかったんですけど、この7分の1っていうことは、将来的にね、大体3ドルちょっと。ね、400円ちょっとで行けるってことじゃないですか。例えば通勤先から自分が住んでるところまでがだいたい半径4マイルだから7キロぐらいで住んでる人であればね、片道3ドルで通勤できると。これ往復で6ドルですよ。単純にね、その30日間、月間で計算したら180ドルですよね。利用料としては。もし180ドルだけでね、通勤通学できるんであれば、車持ちます？これね、持たないって選択する人結構いるんじゃないかと思うんですよね。だってね、もし車を所有するとしたら、当然なんですけど、自動車買わなきゃいけないわけじゃないですか。ね、買うかリースしますよね。そうするとね、買うんであればすごい大きなお金が先に出ていくと。で、リースするんだったら毎月のリース料がかかるということですよね。で、リースするにしても購入するにしても、自動車保険代っていうのは必ずかかりますよと。それからメンテナンス代ね、あとは車が壊れてしまった場合の故障修理代だったりとか、定期点検、日本だったら車検だったりとかっていうのがあると思いますよね。あとは税金とか、あとは買ったとしたら車ってね、減価償却値落ちしていくわけですよね。でその値落ちっていうのも当然ね、これコストとしてやっぱり考えなきゃいけないと。あとは車を止めとく場所、駐車場代だったりとかね、あれもこれもってすんごい費用かかるじゃないですか。でもウェイモだったらスマホ1個あればね、10分以内でどこにでも迎えに来てくれるとなればですよ、車っていらなくないですか？少なくとも一家に1台車あれば十分かもしれないですよね。一家に1台、例えばミニバンだったりとか、四駆の車が1台あればね、あとはもう全部みんなその学校行くのも通勤するのもみんなウェイモでね十分ということになるかもしれないですよね。でこれはね完全に予測なんですけど、これまでの流れ的にね、多分なんですけどサブスクモデルとかになるんじゃないかと思うんですよね。例えば月にね、200ドルでサブスクするとしたら何マイルまで使えるとかね、あと逆に、月に何百ドル出せば、使い放題プランがあったりとかねするんじゃないかと思うんですよね。でそうなるとね、移動中の車内で仕事がしたいビジネスマンとかね、あとは映画を見て通勤したい人とかね、あとはゲームをしながら通学したい人とかねね、車持たなくなりますよね。自分でねハンドル握っちゃったらそういうことができないわけだから、でそれをね、自分でハンドル握らなくていいと。でなんならその移動中の時間を自分の好きなことに使えるとなればね、車持たない人って結構出てくるんじゃないかと思うんですよね。となると車がさらに売れなくなりますよね。そうなるとこれだけたくさんある車屋さんは一体どうなるのかと。これバッタバタ倒産すると思うんですねもちろんね、そういった世界が来るのは、法整備なんかもあるからすぐではないとは思うけど、ただそう遠くない未来にそういうことが起こってくるんじゃないかなって気はしています。でこれはね、うちの事業にもね、大打撃になる話なんですね。でもね、今からこういう未来をね予想しておくということがすごく、大事なこと
なんですね。予測さえできてればね、自分たちの業態、これを少しずつ変えてって、でその隙間これをね見つけられるようになると思うんですよ。で重要なことはね、その隙間を見つけるためにやっぱりなるべく早くから未来に触れておくことだと、僕は思うんですね。もしですねアメリカに住んでる方であれば、ぜひですね一回 Waymo のアプリをねダウンロードしてみてですね、でそのウェイティングリストに載せて、ぜひ一回使ってみてください。で日本に住んでらっしゃる方もですね、もしねアメリカに来る機会があれば使ってみてください。ほんの少しで未来がわかるんじゃないかなと思います。